日本語ポッドキャストジャパ耳。丼物って何？皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のポッドキャストはアドバンストということで、日本語を勉強中で中級から上級へステップアップしたいという方におすすめの練習となっています。普段のポッドキャストではキャラクターたちの会話をご紹介しているんですが、今日は私が一人でいろいろ喋りますので、最後までよろしくお願いします。というわけで、先日の第2回のポッドキャストで親子丼という料理が登場したので、今日は日本の食文化の一つ、丼物についてお話ししていきたいと思います。丼物とは、ご飯の上にいろいろな具材をたっぷり乗せて、そのまま一緒に食べるシンプルだけど美味しい料理です。白いご飯を食べるときにお茶碗っていうのを使うのが一般的なんですが、丼物を作るときには少しご飯の量も増えますので、この丼という器を使うことが多いです。丼物は丼物を短くした表現で、カジュアルな言い方です。お店のメニューには丼物と書いてあることが多いかもしれません。丼物は家庭でも作りやすいし、ファストフードのような感覚で食べられる国民的メニューで、早い、安い、うまいをすべて満たす救世主のような存在ではないでしょうか。それではこれからいろんな丼物をご紹介していきたいと思います。まずは親子丼。ご飯の上に鶏肉と卵を乗せた料理です。名前の由来はとってもストレート。鶏肉とその鶏が産んだ卵を一緒に使うから親子。鶏肉を煮て、だしと醤油、みりんで味をつけて、とろとろの卵でとじます。親と子が同じ丼の中にいると考えると、複雑な気持ちになる人もいるかもしれませんね。ちょっと話は変わりますが、日本のテレビドラマで深夜食堂っていう番組が以前放送されていたんですが、皆さん見たことはありますか？このドラマのあるエピソードで、ボクサーの男性が登場し、ある女性と出会って、しかも女性にはすでに子供がいて、3人で新しい家族になりそうという場面で終わるんですが、この時にマスターが親子丼を作って出してあげたんです。これは本当に印象的なシーンで、今でも親子丼を見るたびに思い出します。ものすごくほっこりする展開でした。このドラマには日本の家庭料理や昔ながらの料理もたくさん出てくるので、そういうのもっと知りたいなという方は、ぜひ深夜食堂という番組チェックしてみてください。話は戻りますが、親子丼といえば鶏肉と卵が定番なんですけど、実は海鮮バージョンの親子丼もあるんです。それがサーモンとイクラの親子丼なんです。サーモンは魚、イクラは魚の卵。だから親子なんですね。市場や観光地では本当に定番で、生のサーモンと醤油漬けのイクラをご飯にのせれば、もう本当にごちそうです。ちなみに、この組み合わせは外国人観光客の方々にも大人気らしくて、海外の SNS ではソーモンローボールという名前でよく紹介されているそうです。まだまだあります。
次はカツ丼ですね。揚げたてのとんかつを卵で閉じてご飯にのせるのが一般的なんですが、地方によっていろいろな種類があるそうです。私が食べたことあるのは、名古屋の味噌カツ丼。とんかつに濃厚な味噌のタレがかかっているんです。濃い味付けが好きな方にはすごくおすすめだと思います。それから、私は食べたことないんですが、岡山県にはデミグラスソースがかかったカツ丼があるらしいので、今度岡山に行く機会があったら食べてみたいと思ってます。カツ丼が人気な理由の一つとして、縁起がいいというのもあります。試験に勝つ、試験に勝つというわけで、大学受験や大事なプレゼン、スポーツの試合などなど、縁起を担ぎたい時のメニューとして認知されています。こういう理由で大事な日の朝にとんかつを食べるという方もいらっしゃるみたいです。ちなみに毎年1月頃になると日本全国で受験シーズンが始まるので、受験生を応援するとんかつ弁当、カツ丼弁当、カツサンドなどが販売されているのを見かけます。この時期に日本を旅行するよという方は、ぜひコンビニやスーパーでとんかつを探してみてください。さあ、次は天丼です。天丼は天ぷらに少し甘いタレがかかっているような感じで、調べたところ、江戸時代にはもうファストフードのような存在だったそうです。今では天丼の専門店もあるし、うどん屋さんとかお蕎麦屋さんとかのメニューには大体載っているので、割と気軽に食べられますね。もっとリーズナブルに天丼を楽しみたいという時は、天かすっていう天ぷらを揚げた時に鍋に残った衣を集めたものが結構安く手に入るのでおすすめです。お鍋にだしと醤油と天かすを入れて火にかけた後、卵で閉じるだけで天丼っぽいものができちゃいます。私も学生時代によくやってたんですが、安上がりでいいですよ。最後は牛丼。薄切りの牛肉と玉ねぎを甘辛く煮てご飯にのせたものです。日本全国に牛丼のチェーン店があるので、ほとんどどこでも簡単に食べられます。実家の近くにすき家という牛丼チェーンがあったので、よくそこでチーズ牛丼とかキムチ牛丼、あとネギ玉牛丼っていうのもよく食べてました。日本の牛丼チェーン店のメニューは本当に面白くて、牛丼に限らず豚丼、カレー、海鮮丼、サラダ、うな丼と本当にバラエティ豊かなので、ぜひ一度行ってみてください。他にもいろんな丼物があるんですが、基本的にはご飯の上に何か具材を乗せれば、それはもう丼物になりますので、可能性は無限大です。皆さんも自分のオリジナル丼を作ってみてください。魚なり肉なり野菜でも何でも好きな具材を好きな味でご飯に乗せちゃってください。ちなみにカレーやオムライス、タコライスなどご飯と具材を合わせる料理は他にもありますが、これは丼と呼ばれていませんのでご注意ください。多分、丼ではなく大きいお皿に盛り付けることが多いということと、
こういった料理がどちらかというと洋食に分類されるということが関係していると思います。丼物というと和食を連想する人が多いと思いますが、お店ではこだわりのメニュー名をつけていることもあると思うので、何か面白い料理を見つけたらぜひ教えてください。ちなみにこの写真は私が前に実際に作ってみたキーマカレーとタコライスです。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日みたいに一人で喋るポッドキャストもたくさん発信していきたいと思っているので、ぜひまた聞きに来てください。一人で喋るシリーズは日によってレベルを分けてみたいと思っています。今日はアドバンストでしたが、今後インターミディエイトやビギナーなども準備していきます。これからもジャパ耳をたくさん聞いてもらえたら嬉しいです。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。私は今から晩ご飯です。